シグネットのロングボールヘックスローブレンチセット。独特な表面の仕上げを持った雰囲気を感じる道具です。もともとトルクスの工具はビット系でことが足りてまして、L 字のレンチに必要性は感じていなかったのですが、すげえかっこよかったんですよね、これ。その上、お値段もお求めやすい2000円とちょっと。レンチの見た目はこんな感じ。サテンメッキと表せばよいのか特徴的な表面です。磨きでつるっとしていますが、ビカビカに背景が映り込むようなことはなく、バフをかけたアルミが曇ったようなというと印象が悪いっすね。カメラ性能も高くないのでうまくお伝えすることができませんが、とにかく綺麗な表面となっています。背中部分にシグネットのロゴと S2、これは S2 工具庫、材質を表す記号かと思いますが、それとトルクスのサイズが刻印されています。細かい刻印がスタイリッシュですね。表面仕上げに合っていてかっこいいんですけど、刻印は残念ながらめちゃくちゃに見づらいのでサイズの確認はしづらいです。刻印の場所は背中側で統一されてますから、そこは親切。どこを見ればよいかはわかりやすいのですが、サイズの刻印見るよりもネジに当てた方が早いかもしれないです。実用面を考えるともう少し太めが良かったかもしれません。ただ繰り返しとなりますが、かっこいいですね。かっこいいです。私はこの見た目、質感が本当に好きですね。先端は短軸側が本締め用、長軸側が早回し用ボールポイントとなっています。短軸先端の作りはこんな感じ。造形は綺麗ですね。面取りも適度にされており、ネジに当てやすく感じます。長軸側は加えて 3D 感が出るというのか、複雑な造形がされており、さらに綺麗な仕上がりに感じています。ボールポイントの振り角は片側20度いかないくらい。小さなサイズは洋梨型。T40、50の大きなサイズになると先端側が潰れたような形になっています。ヘックスのボールポイントでもこの造形は見ますよね。潰れたタイプは本締め可能であったり、大きめのトルクに耐えるという印象がありますので、このシグネットのレンチもそういったことを狙った設計なのかもしれません。付属のホルダーは謎の六角形デザインが施されたパカッと開くタイプです。作りはちょっとチープです。しかし、レンチのホールドぐらいは若干緩めで抜きやすく刺しやすい。それでいて不意に抜け落ちてしまうこともなく、新品の状態でベストなので、摩耗していくとどうなるのか耐久性に不安はありますが、使いやすいホルダーと感じています。さて、シグネットのレンチ使ってみて、良くも悪くもラフな道具という印象です。まず、ネジとのはめ合いがラフいっすね。長軸、短軸どちらも緩く感じます。ネジを回す方向への遊びが大きく、倒れも大きい印象。当然問題なく使うことはできています。バンバンネジを舐めていくなんてことはありませんが、手持ちの他社トルクスと比較しますと一番緩い感じを受けますね。メリットとしては、この若干の緩さのおかげでネジの奥まで工具を入れやすいです。羽部分が細く、またテーパーなどはついていませんので、ネジに当て込むだけでスッと奥まで入ってくれます。ヘックス、トルクスの差し込む系の工具は朝がけに気づかずに回して舐めることは多いですから、それを防ぐことができるこの緩さは役立つこともあるでしょう。バイクの外装なんかを外していて、低トルクのボルト相手にとても気軽に使える道具だと感じています。ヘックスのレンチですと面接触でもない限り、はめ合いの緩さはネジを壊すことにつながるという印象がありますが、トルクスはネジの性能自体が高いとも聞きます。ネジにはめやすく舐めない。良い具合の設定がこの辺なのかもしれません。また、錆でキツキツになったネジに使いやすいなんてこともありそうです。反面、この緩さは当然ネガも感じていまして、やはり使用感は良くないっすね。細い、薄いって感じで、ネジの一番奥までグッと入れ込んでも安定感がないんですよね。
手持ちの他社品トルクス、主に PB の製品を使っていますが、羽部分の厚みなのかテーパーの付き方なのか、奥まで差し込んでネジを押し付ける方向に力をかけますとビシッとするんです。遊びが小さくなり、相対的に倒れにくく感じまして、結果としてかっちりとした使用感になるのですが、シグネットのトルクスは押し付けても遊んでしまいます。そのため、倒れを制御できない感じ。ラフといえば聞こえは良いですが、どちらかというとこの部分、ルーズな感じを受けています。ネジに当て込んでしっかりと遊びを取ってから倒れないように手を添えたりして力を入れ始めるような感じ。小さなサイズでボタンキャップだったりすると少し構えてしまいます。高トルクでは使いたくないっすね。長軸側のボールポイントも緩めに感じています。トルクスのボールポイントは初めての経験なので他との比較はできないのですが、短軸側同様安定感はないっすね。で、ボールポイントは限界角がどこなのかが分かりにくいです。深さのあるキャップボルトなら問題はありませんが、ボタンキャップで使ってますと、ここを超えたらダメというインプレッションを得ることができず、早回ししている時にレンチを浮き上がらせて一山分飛ばしたり、ネジから外れてしまうことが多いです。ただ、これはトルクスのボールポイント工具全般の問題かもしれません。他を使ったことがないので、申し訳ない。これについては分かりませんでした。今度、ベラあたりと使い比べてみたいっすね。それからもう一点、苦手に感じることがありまして、持ち手部分にオイルがつきますととてもよく滑ります。丸軸 L 字の弱点っすよね。今まで使ったことのある丸軸の L レンチ、ベラと PB を使っていますが、そのどちらよりもシグネット、滑る印象があります。滑り止めの溝や樹脂のスリーブがないつるっとした表面ですから、それは厳しいと思います。オイルに触れる環境ですと頻繁にウエスで拭いているイメージ。ウェット作業の多い方にはご留意をいただきたいポイントとなっています。シグネットのロングボールヘックスローブレンチセット。お値段とその見た目が魅力な製品だと思います。私はあまりポジティブな印象を抱きませんでしたが、使用者により感覚は異なりますし、輝く環境ですとかシチュエーションというのもあるでしょう。初めてのトルクス工具には正直おすすめはしません。この緩さはトルクスに対するイメージを悪くする可能性すらも感じています。しっかりトルクがかけられるはめ合いのかっちりしたソケットなどをお持ちの方で、汎用的に使える道具や早回しを検討されている方に良い選択肢に思っています。機会がございましたら手に取られてみてください。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間許しましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。See ya!